日は長屋で起こった孤独死の片付けになります。玄関前にトラックがあるのとないのとでは全然作業効率が変わります。スタッフ山下が見事にトラックを入れてくれました。玄関横のガラスが割れていました。中を覗いてみる。そこは非日常の世界でした。今日も大変な現場になるなと誰しもがそう思いました。はい、書類とかが中入れてないんで。わかりました。書類関係全部。だからちょっとチェックして放りたいんです。遺骨も置いてある。はい、お聞きしてます。はい。遺骨の火葬証明書がなかったら納骨できへんらしくて。ご仏壇の中にあるん。いやだから中入られへんから分からへん。わかりました。大体ご仏壇のところにあると思うんで。ようこんなとこ入るね。プロやわ。失礼します。ここで終わる。このタイプの長屋は僕が小学校の頃からあちこちにあった。相当長い間住んでいたと思われ、建具、壁、畳、すべてが耐用年数を超えていた。部屋に入ったとき、匂いもなく、どこで亡くなったかわからなかった。発見は早かったと思われる。奥の庭は大きなゴミ箱のように瓶、ペットボトルが捨てられていた。ご遺骨はきれいな状態で置いてあった。この電気、これで生活してるんからな。しんどいよね。しんどいです。なんか気がめいってきますよね、こんな電気。こっち電気つけへんわ。使えんねだからもう必然的にこうあっこに住むようになったんかな、この玄関の方で。や。溜めては外して、溜めては外して。うん。じゃあみんな。うちが来てくれたら頼もしいな。そうですね。そうですね。いや、俺も奥置いてよ。玉ねぎを。はい。すごいな。すごいですね。いろんな種類があるけど、はい。結構状態としては悪いよね。小銭あるから気ぃつけろよ。まずこれお客様に。トレーニングやわ。アプリをなんでこんなに新聞が。新聞は読んでたな。読んでへんのもいっぱいあるけど。そうですよね。酒だな。丸。一瞬じゃないですか。最初肝心なんです。
みんな朗報や。ここは終わったぞ。みんなそれぞれのテリトリーで行きますよ。こうちゃんこっち終わったんで。ありがとうございます。早すぎる。近所の人が犬さんにしとったらそうなんですか。そこに足が出るからし足が出たんですか。ほんで警察電話してほんで警察ガラス割って倒れた状態で足が出た時です。それらしい警察が事件、まあこんなんやから事件かどうか全然知らんだから特定はできてないから事件性ないから解剖しないみたいな。まあお薬も飲んではりましたし。でもこのとこ見るとそんななぽっこりいけそうじゃなかったのかな。お元気そうでした。まあもうちょっと足も腫れたって心臓のあれ問題やけど、でも医者でいろいろ聞いとったけどそんなすぐにっていうのはないって言われとってんけどね。あだから姉が13年ぐらい亡くなってるのかな。はいはいはい。でお姉お母さん亡くなってまだ綺麗かってお姉さん亡くなって放置してるからあ、そう。まだ綺麗かったんだけど、そっからやっぱりいちいちチェックしにけえへん。はい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 。はい。埋葬許可はこの辺にあるんちゃうかな。重ねて埋葬許可があったら教えてください。多分僕今出した書類の中に多分あると踏んでんねんけど。はいはいはい。家族箇所が出てきました。はい、出ました出ました。ああ、よかっ怖いな。足が見えてて。た。そうです。でもやっぱりな、どんだけ人が感知するシステムとか、はい人が動けへんかったら通報行くとか、はいどんだけハードがレベルが上がっていっても、はい。やっぱり人のつながりにやっぱりそこやと思うで、基本はやっぱりあの人どうしてんねやろとか、はいちょっと思ってほしいよね。うん。でもネズミ見ました。いないけどもう出ていってもう食べ物がなくなったから。ああ、そうか。まずこういうね生活状況を見たらさ、はい。こんな状況って本人もねこうなると思ってそうなったわけじゃないし、だけどそうですね。その方も家族があってでこのように生まれてきてさ、そう思うとやっぱりこう、って思うね。当時は会社には変わらなかったんです金曜日休んでんだよ。か。はいで金土日3連休やで月曜日ちょっと病院とかはいはい書いてなかったから、はい電話したら、いプープープーって言うからなんか切ったみたいな感じやった昼一番ぐらいに電話かけて、はい今日は会社来てないんですか。いや来てないですよ。いやどうしたんですか。いやなくなってました。そんないきなりの出来事だったんですか。指令話聞いてたら、いや前の夜コンビニで弁当買うて帰ってきてやったけどな。マジですか。どう突然しある程度取りました。で瓶がすごかったです。何ビームパンほたったん。はい。最初見られてないんですよ。入らなかったよう入らんかった山盛りなんで、多分そこで飲んで置いてここに捨ててたのかなと。僕ら飲んで見積もり僕らよう入らんかったはい。見積もりに気がした人ピューッと入ってたびっくりしたさすがプロやな。ライトですか。やっぱりね死ぬ時は綺麗にしてね家に行かしてあげたいな思うんだな。おっしゃる通りですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今回お亡くなりになった方は
お仕事をされていたので発見が早かったのです。ですが晩年体調が悪かったのか仕事に疲れていたのか少し生活が乱れていたと思います。ゴミ出しもできず、奥の庭は不燃物、玄関付近は可燃物でゴミ屋敷状態でした。玄関を開ければあれだけ SOS 状態なのにそのシグナルが外に出ないというのは本当に残念です。お客様は死ぬ時はきれいにして上に行かせてあげたいとおっしゃいました。あの言葉こそ我々整理人が一番理解をしなければいけない言葉だったと思います。これからも一軒一軒向かい合って頑張っていきたいと思います。母の姉なんです。だから甥っ子ですわね。なるほど。もう僕たちしかこう頼る者がいなくて、僕たちに託して施設に入ったっていう。いやもうわからない。何にも我々のことさえもわからない。ああ、そうなんですね。だから戻ることはまあ 100% ないんで。もったいないっていう方向でいくと物はたまります、絶対に。10年後のことを考えて今のこの住環境は正しいのかとか、片付けに関して僕は就活までいらないと思ってるんで、